動画をご覧の皆さん、こんにちは。前回の動画ではマレーシア航空で東京羽田からバリ島まで行く様子をご紹介いたしました。こちらの動画ではこのバリ島についてから滞在する様子なんですけれども、今回選んだホテルは星のやバリという星のやグループのバリ島のホテルになります。なぜ今回この星のやを選んだかというと、今までバリ2回来たことがあるんですけれども、どちらも南の海が見えるエリアのウルワツっていうところのブルガリホテルだったり、ジンバランっていうところのアヤナリゾートっていうホテルに泊まったことがあります。ただバリ島は山沿い森林エリアっていうのもすごく綺麗で有名なところで、ウブドっていうエリアがあるんですけれども、そこの中でホテルをいろいろ探していた中に、星のやがありまして、日本でも有名なホテルなんで今回泊まってみようかなと思って選びました。では空港からホテルまでの移動ですけれども、東南アジアといえば配車アプリグラブです。これを空港から出て少し歩いたところで、使いますと、68万3000インドネシアルピアですね。で、6625円というような金額になっております。これ空港の中で使うともうプラス1000円ぐらい高くなっちゃいます。で、逆に帰りはですね、ホテルから、ウブドって街を経由して空港に行ったんですけれども、49万6000インドネシアルピアということで4464円ということで、空港の、使用料とかが入って、高くなってしまうようなので、これはご参考にしていただければなと思ってます。で、空港からはグラブでは1時間半ぐらいと記載がありましたけれども、実際には1時間ぐらいでホテルに到着です。だんだんこういった、棚田というんですかね、ライステラスも見れるようになってきて、ホテルが近づいてきています。さて、星のやバリ、入り口実はこんなに小さくてですね、この細い道を入っていきます。高級ホテルによくあるセキュリティポイントがまずありますので、そちらに向かっていきます。ではここから星のやバリご紹介していきます。本当のホテルの入り口はこちら、バリ島でよく見る観音扉がエントランスです。とても間口が狭いのですが、これを進むと星のやバリの受付のエリアです。チェックインはこちらのソファーで行うことができます。正面にあるのはギフトショップ、バリ島の工芸品なども購入することができるようになっています。ここからがホテルのレストランなどがあるエリア。虫の音や川の流れていく音が聞こえてきます。そしてこの壮大な森林を望む景色、今まで見たことがないすごい世界がここにあります。星のやバリ来ました。めちゃくちゃ感動です。バリにいるとかもうなんかテーマパークみたいな、全然別世界に来たみたいなところです。で、今下に滝が流れて、川が流れてきて、川の音もこうやって聞こえるぐらい本当に静かなところです。これからちょっとお部屋ご紹介できればなと思ってます。はい、でお部屋行く前にね、ホワイトティーをいただきました。冷たいおしぼりも一緒にもらっていざお部屋です。ちょっとね、ここら辺感動しすぎてですね、動画撮るの忘れてました。写真ですいません。こんなようなコテージビラタイプになっております。はい、では部屋の中ご紹介します。こちらはベッドが2つになっているんですけども、通常はソファーのようなんですが、今回泊まる人数多いのでベッドにしてもらってます。あと机ですね。で、窓は大きく、こちらのプールとガゼボが見えるようになっております。洗面周りはこんなような格好になっていて、こちらがトイレになってます。トイレありがたいことにウォシュレットちゃんとついてますと。で、洗面台は2台、ありまして、左手のところには体を洗うボディスポンジであったりですとか、あと口をゆすぐ用のミネラルウォーターとコップ、あと石鹸ですね、置いてあります。で、アメニティグッズもたくさん置いてありまして、歯ブラシなんかも置いてありますので、準備も必要ないと。で、こちらはヘアドライヤーです。で、下には、草履というかサンダルもありますので、こちらもなんとビーチサンダル持ってこなくてもよかったというものになります。お風呂はこんな感じでかなり大きい湯船がついてます。で、こちらはスリッパもちゃんとありますし、こちらは寝巻きですね。パジャマですね。
あとタオルも大きいものと中ぐらいのものが置いてあります。またルームキーも洒落ておりまして、鈴がついてます。で、こちらがホテル内のマップになりまして、ちょっと面白いんですけども、小川のようなプールが3本流れていて、それを挟むようにこのビラコテージが建っています。で、プールの近くに休憩できる場所があったり、ライブラリーがあったりっていうような施設の紹介になっています。あとこれがウブドの中心街のマップですね。これがホテルのガイドブックで、左手が食事、QR コードから見れます。あとアクティビティで行くと、ヨガだったりですとか、バンジャールツアーっていうこの周りを家とかを巡るツアーですね。あとお茶が飲めたりですとか、お供え物を作ることができたりですとか、結構いろいろなアクティビティが毎日開催されているので、本当にホテルの中だけでも結構いろいろ楽しめるなという印象でした。あと先ほどのウブドへのシャトルバス、実際はバンなんですけれども、それに乗っていくこともできますし、タクシーチャーターなんかも呼ぶことができたり、Wi-Fi が使えたりします。これは、虫除けスプレーですね。もう絶対バリでは必須商品です。では2階も合わせてご紹介いたします。なんか昔懐かしい日本家屋の階段みたいな感じなんですけれども、2階に上がっていきますと、ぐるっと、部屋は窓で囲まれておりまして、ブラインドがかけられています。で、大きな、キングベッドが真ん中にございまして、で、もちろん、こちら枕元にはコンセントなんかも用意されています。ここからの景色もね、とっても綺麗なんですね。このコテージというか森の中が一望できるような作りになっています。さっきお見せしたプールも開花に見れるようになっております。で、反対側にはまた机ですとかソファーが置いてありますので、ここで休むこともできます。ここにもコンセントしっかりあります。では1階に戻ってまいりまして、プールに行ってみたいと思います。マップでご紹介した通り、プールは小川のような細長いものになっていて、これがこのビラの前にあるような格好です。で、ビラとプールの間にはこのようなガゼボがありまして、ここで休むこともできますし、このままウッドデッキからプールに入ることもできるようになっております。いや、もう本当に幻想的というか神秘的というか、もうすごい現実離れした不思議な空間でした。もうね、こんなところで何をするかって言って横になるしかないんですよね。なので、すいません、足の裏なんか向けちゃってますけども、もうこのまま横になって到着早々でしたけれども、ゆっくりと休むことができました。日が陰ってきまして、この辺りが部屋の玄関口の周辺になっています。202号室に宿泊いたしました。先ほどのレストランのあるエリア、森林のエリアもだいぶライトアップが見えてきて、こちらもまた幻想的な雰囲気になっています。ではだいぶ夜になってきましたので、ここら辺で夕食をいただくことにします。ダイニングレストランは一つで分かりやすいですし、予約はWhatsAppからもできるようになっていて、すぐに予約を行いました。レストランからもこの森林は真正面に見えるようになっております。ジャングルの中での食事といった雰囲気です。では、ビンタンビールいただきます。日本円で約650円ぐらいでした。ホテルにしてはお安いかなという印象です。で、こちらがおつまみになっていて、これがミーゴレン、インドネシア風焼きそばで1800円ぐらいです。もう一つ頼んだのがナシゴレン。こちらがチャーハンみたいな食べ物で、これも1800円ぐらいでした。たくさんいただきましたので、1日目は終了です。では2日目の朝です。はい、朝日に照らされた森林とこの星のやばりですね。朝もとっても神秘的な雰囲気が漂っております。ちょっとね、映像とか残ってないんですけれども、この日はヨガをしました。朝ヨガなんてもう意識高いことをしちゃってます。この後朝食をいただきに、レストランのエリアにまた進んでいきます。朝食はこちらのガゼボというエリアでいただきました。ちょうど崖に突き出したような、なんでしょう、カゴみたいなところの中でいただけるんですけれども、ここの中で、あぐらをかいて
食事をいただくという贅沢な空間です。こちらはハーブティー、おかわりもできるようになっていました。こちらは飲み物のアイスコーヒーです。コーヒー、紅茶などから選ぶことができました。でこちらがエアガゼボブレックファーストというセットになっておりまして、3段重ねのカゴに入って、もう気分はピクニックというようなところです。もう食事にしろ、景色にしろ、もう映えスポットばかりでですね、もう写真や動画がはかどるというところです。もう何回歩いてもね、この辺りなんかもすごく雰囲気がいいですし、この朝もやにこう包まれた雰囲気というのもすごく神秘的でした。ではこの後は昨日のプールをゆっくりご紹介したいと思います。このビラとビラの間に流れる小川のようなプールはバリ島の沐浴をイメージしているそうです。バリ島でいう沐浴は、心身を浄化するために行う効果があるようでして、それをイメージしたということで結構細長くプールがあります。どの部屋もプールに直接入れるようになっておりますので、ちょっとね、実はお隣覗こうと思えば覗けてしまうんですけれども、そんなことは野暮ですので、この沐浴体験を楽しんでいきたいと思います。2日目の午後は、ホテルからのシャトルバスに乗ってウブドの中心地にやってきました。ここはウブドボディワークスセンターというマッサージのお店になっています。ちゃんとね、個室でマッサージをしてもらえるんですけれども、なんと1時間4000円ぐらいということで、かなり安いマッサージでした。ちょっとね、お姉さんたちの強めの圧で、揉み返しもちょっと来ちゃいましたけれども、すごく気持ちよかったです。で、この辺りにモンキーフォレストっていうエリアもございまして、ちょっと見えますか？小猿がね、いて、それを一生懸命みんなで守ってたりする姿なんかも可愛らしく、これも横でね、歩きながら見れるようになってます。この日の昼食はカフェワヤン&ベカリというところでいただきました。もちろんピンタンビール注文して、この辺りがナシレマなどのおすすめメニューで、大きく出ていたものを4つもそのまま頼んでしまいました。あとアヒルですね。奥にあるのは焼いたアヒルなんかもあります。すぐ向かいにありますジェラートで一服しております。ブド中心街まではシャトルバスが出ておりますので便利でした。こちらホテルにいた野良猫です。思わず撮ってしまいました。この日の夕食はグラブも Uber Eats のようにフードデリバリーができますので、そちらで注文して部屋でゆっくりいただきました。このピザなんかもね、1000円ぐらいだった気がします。早いもので3日目の朝です。これはバンジャールツアーというホテルの方がガイドになって、ホテル付近の集落を散策して案内してくれるツアーになっております。このツアー結構朝早くてですね、やっと朝日が昇ってきたような時間でした。このような門構えの家のあたりを見てみたりですとか、家と家の間を進んでいったりですとか、こんな細い道を歩いてきたりします。だいたい1時間ぐらいずっと歩いていくツアーになるので、もし行かれる方はね、スニーカーとか歩きやすい靴の方がいいかなと思います。こんなような寺院のところを見てみたりですとか、こんな大きな、木のところを見てみたりとかということでツアーを終わっていきます。はい、ホテルに戻ってきました。ここのエリアなんかも自由にくつろげるエリアになってます。こちらの朝食は、今回は洋食の朝食を選びました。フルーツの盛り合わせとサラダ、目玉焼き、パンですね。卵は焼き方オムレツなどを選べるようになってます。こちらはですね、前日の、朝食と同じぐらい4000円ぐらいの朝食でした。朝食を食べ終わってあっという間にチェックアウトの時間です。はい、ではバリ島最後の日です。これから、ホテルをチェックアウトして空港に向かいたいと思います。本当に今回の星のやバリの宿泊の唯一の反省点は2泊しかできなかったことだと思います。もうこんなすごいところだったら、3泊4泊って本当長くいた方がいいなって思いました。結構空港からも遠いし、バリ島自体も直行便が少ないので、
日本人にとってはやや遠いんだけどもすごく過ごしやすいところですし、その中でもこの星のやバリっていうところは、日本的なホテルの施設とかも設備とかも揃ってるんで、なんかすごいおすすめだなって思いました。はい。ではここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。この後、クアラルンプール経由で日本に帰る様子も少しご紹介したいと思います。